秋の涼しい週末、私は一人で美しい紅葉を楽しむために、遠くの深い山へハイキングに出かけました。天気はとても良く、空は青く澄んでいて、鳥の鳴き声がどこからか聞こえてきて非常に心地よいです。山道には落ち葉がたくさん積もっており、歩くたびにカサカサと鳴る音がとても好きで癒されました。最初は案内板に沿って順調に歩いていましたが、もっと綺麗な景色を探そうと脇道に入ってしまった。気の向くままにどんどん奥へ進んでいくと、いつの間にか周りの木がどんどん高くて太くなりました。気がつくと、自分がどこにいるのか全くわからなくなり、元の道に戻る方向さえ見失ってしまった。ポケットから急いでスマートフォンを取り出しましたが、残念なことに電波のマークは圏外でした。どうしよう、道に迷ってしまったかもしれないと、私の心の中に少しずつ不安が広がっていった。太陽が西の山に沈み始めると、森の中は急に暗くなり、気温もあっという間に下がって冷えてきました。薄着で来てしまったため、冷たい秋の風が吹くたびに、私は思わずブルブルと震えてしまいました。とにかく歩き続けなければならないと思い、携帯の懐中電灯機能をつけて、暗い森の中を進みました。周りからは時々、動物の鳴き声や木が揺れる音が聞こえてきて、少し怖い気持ちでいっぱいでした。足元が滑りやすく、何度か転びそうになりながらも、ただひたすら前を向いて歩くしかありません。喉も渇いてきましたが、持っていた水筒の水はもうすでに飲み干してしまって、一滴もありません。誰か通りかからないかなと心の中で祈りましたが、こんな夜の山奥に人がいるはずがありません。疲労と寒さで足が重くなり、もうこれ以上歩けないかもしれないと諦めかけたその時のことです。遠くの木々の間に、何か小さくて四角いものが、ぼんやりと明るく光っているのがふと見えました。あそこにある光は一体何だろう、民家かもしれない、と、私は少しだけ希望を持ち始めました。最後の力を振り絞って、その光の方向へ向かって、ゆっくりと一歩ずつ近づいていくことにしました。近づくにつれて、それが家ではなく、もっと別の見慣れた形をしていることがだんだんわかりました。草をかき分けてその目の前に立ったとき、私は自分の目を全く信じることができず、立ち尽くしました。なんと、こんな誰も来ないような深い山の中に、一台の古い自動販売機がポツンと立っていたのです。色は少し褪せていて、デザインも昭和時代のようなレトロな雰囲気ですが、電灯はしっかりついています。まさか、こんな場所で自動販売機を見つけるとは私は驚きすぎて、しばらく声も出ませんでした。しかし、電気がついているということは、誰かが管理していて、まだちゃんと動くのかもしれません。私は恐る恐る自販機の前に近づき、並んでいる飲み物のサンプルを一つ一つじっくりと見てみました。ほとんどが冷たいお茶やジュースでしたが、一番右下の隅に赤いマークのついた缶がありました。それは温かいと書かれた、昔懐かしいデザインの小さな缶コーヒーだったのです。今の私にとって、冷え切った体を温めてくれる熱い飲み物は、何よりも喉から手が出るほど欲しいものです。
でも、本当に買えるのだろうか、お金を入れても、そのまま飲み込まれてしまうのではないかと疑いました。私はポケットを探り、ちょうど100円玉一つと50円玉一つを見つけて、それを手にしっかりと握りました。お願い、動いてくれ、と心の中で強く念じながら、硬貨をゆっくりと投入口に滑り込ませました。チャリン、チャリンという音が静かな夜の森に響き、そのすぐ後に赤いランプがピカッと点灯しました。私は少し震える指で、その温かい缶コーヒーの下にあるボタンを思い切って強く押しました。ガコン、という重い音がして、取り出し口に何かが落ちてきた音が、はっきりと私の耳に届きました。私は急いでしゃがみ込み、プラスチックのカバーを開けて、奥にある缶コーヒーにそっと手を伸ばしました。指先が缶に触れた瞬間、想像以上の熱さとぬくもりが伝わってきて、私は思わずあーっと声を出しました。それは本当に、まるでストーブのように温かく、冷え切った両手を優しく包み込んでくれるようでした。私はその熱い缶コーヒーを両手でしっかりと握りしめ、しばらくの間、じっとその温かさを感じていました。プシュッという音を立てて缶を開けると、コーヒーの香ばしい匂いが湯気と一緒にふわっと広がりました。一口飲んでみると、甘くて少し苦い味が口の中に広がり、冷えた胃の中へゆっくりと流れ込んでいきました。その瞬間、不安でいっぱいだった私の心は、まるで魔法にかけられたようにすっと落ち着きを取り戻しました。ああ、生き返った気がする私は思わず独り言をつぶやき、夜の森の中で自然に笑顔がこぼれました。不思議なことに、コーヒーを飲み終えると、さっきまでの恐怖心はすっかり消え去ってしまったのです。私は空になった缶をポケットにしまい、自動販売機に向かってありがとうと深く頭を下げました。その時、自販機のすぐ横に、小さな石の階段が上へと続いているのを、ランプの光のおかげで見つけました。もしかしたら、この階段を登れば正規のルートに戻れるかもしれないと思い、私は足を踏み出しました。体が温まったおかげで足取りも驚くほど軽くなり、私は暗闇の中でも迷うことなく階段を登り続けました。階段を10分ほど登りきると、突然目の前が開け、見覚えのある広いアスファルトの道路に出ることができた。道路の向こう側には、ハイキングコースの入り口を示す看板があり、私はついに元の場所に戻れたのです。携帯電話の画面を見ると、電波のマークがしっかりと3本立っており、現在地も確認できるようになりました。無事に帰れることが分かった瞬間、私は安堵のあまり、その場にへたり込んで深くため息をつきました。振り返って暗い森の方を見てみましたが、あの光っていた自動販売機は木々に隠れてもう見えません。誰が何のために、あんな山奥に自動販売機を設置したのか、今でもその理由は全くわからないままです。地元の人たちが、道に迷った登山者のためにわざと残してくれた、優しい道しるべだったのでしょうか。それとも、森の妖精が疲れた私を見かねて、一時的に用意してくれた不思議な幻だったのかもしれません。いずれにしても、あの缶コーヒーの温かさは本物であり、
私の命と心を救ってくれたのは間違いありません。私は駐車場に止めてあった自分の車に戻り、ヒーターをつけて、急いで家への帰り道を出発しました。家に帰ってから、私はポケットに入っていた空き缶を机の上に置き、しばらくじっと見つめていました。普通のコーヒーの缶ですが、私にとっては、秋の深い山で経験した奇跡のような出来事の証拠なのです。翌日、私はインターネットで、山のルートや自動販売機についていろいろと検索して調べてみました。しかし、どんなに探しても、場所に自動販売機があるという情報はどこにも見つかりませんでした。やっぱり、あれは夢だったのかなと一瞬疑いましたが、机の上にある缶を見ると現実だとわかります。時々、仕事で疲れたり、人間関係で悩んだりして、心がとても冷え切ってしまうような日があります。そんな時、私は目を閉じて、暗い森の中で輝いていた暖かい光と、缶コーヒーの熱を思い出します。思い出すだけで、不思議と心がポカポカしてきて、また明日も頑張ろうという気持ちになれるのです。私たちは生きている中で、時々道に迷ってしまい、真っ暗な不安の中に一人で取り残されることがあります。でも、そんな絶望的な時でも、どこかに必ず自分を温めてくれる小さな光が待っていると信じています。それは友達の優しい言葉かもしれないし、道端に咲いている綺麗な花、あるいは一杯の熱いお茶かもしれません。新山の自動販売機は、私にどんなに暗くても、諦めずに前に進めば必ず光が見えると教えてくれました。私はこれからも、この小さな空き缶を大切なお守りとして、ずっと自分の部屋に飾っておくつもりです。そしていつか、もっとハイキングの経験を積んで自信がついたら、もう一度山へ行ってみたいです。しっかりと準備をして、明るい時間帯に、石の階段の近くをもう一度歩いて確かめてみたいのです。もしまた古い自動販売機に出会えたら、今度は熱いコーヒーを2つ買って、1つを誰かにあげたい。世界には、科学や理屈では説明できない不思議で温かい出来事が、まだまだたくさん隠されているはずです。ポッドキャストを聞いている皆さんも、もし人生の道に迷いそうになったら、今日の話を思い出してくださいね。あなたのすぐそばにも、あなたを救ってくれる温かいボタンが、ひっそりと待っているかもしれません。冷たい風が吹く季節になりましたが、体調に気をつけて、心の中にいつも温かい光を持ち続けましょう。今日のストーリーはこれで終わります。自動販売機の奇跡のお話、最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回のポッドキャストでも、また皆さんの心がほっとするような面白いお話を用意してお待ちしています。